盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一高松の盆栽園北谷養成園4代目北谷十一です。今回のテーマは種の採取ということで、今こちらぼさーっとした木に結構松ぼっくりが、たわわに実ってるんですけども、ほんとパイナップルみたいな、黒松も英語で言うとパインツリーって言うんですけど、そういうとこパイナップルの語源がパインツリーのこっからなんかな、そんな余談なんですが、これを取ってからこの中に種が入ってるんです。これを取って種をまた取れると。でその流れをご説明します。今が10月の初旬なんですけども、だいたい種をこの松ぼっくりを、採取するのが、一番いいと言われてるのが10月中旬、後半ぐらい。今ちょっと初旬なんで早いんですけど、大丈夫でしょと。でちなみにこの松ぼっくりは結構この荒れたような感じのところでやっと取れる場合が多いですね。この子松ぼっくりになりやすかったんで、もともとは盆栽用の木だったんですけど、もう松ぼっくりを取る用の木としてうち置いてます。でだいたい松ぼっくりこの大きさに近づくのが、5月ぐらいからね結構こんなぐらいの大きさになるんですが、その時に取らずに我慢してずっとなんでしょうね、10月ぐらいまでほっといて、やっと10月中旬ぐらいに取ると。でそこからまた種を取って盆栽にしていくと。早速ちょっとこの松ぼっくりどうやって取るかというやってみますね。どうやって取るかいてももうちぎり取るだけなんですけど、こんな運んでも結構この子松ぼっくりようつく子で、それでも今年取ってあんまり伸ばしすぎてもまた後で扱いにくいんでね、ちょっと剪定するんですけど、剪定したら次の年は結構松ぼっくりつかないですね。だからこうやって取れるも2年に1回ぐらいで、だからその2年に1回の松ぼっくり取る木を他の木とローテーションさせながら毎年松ぼっくりを採取してます。今ちょっと1分程度ですけど、それでもちょっとまだよっけ残ってますけどね、意外と取るとな量になります。これ多分全部取ったら結構な量になるんですが、で撮影前にこの松ぼっくりこの一つ一つなんていうんですかね、乾いたら羽になっていくんですけど、クリスマスの松ぼっくりの飾りなんか見ていただいたら一個一個離れてますよね、こうベロッと。一個一個がこれなんですがこの模様がありますけど、その模様一つの中に1個種が必ずあります。で一つの松ぼっくりからどれぐらい取れるかなってさっき数えてみたらだいたい90個前後。そんな取れると思ってなかったんですけど、ちゃんと数えたらこの1個から種がどうも90個ぐらい取れるらしいです。だからこれぐらいやったらもうすでに何百みたいな、これぐらいだけでだから相当取れますよね、1個から。種でもねちゃんと実の詰まったちゃんと苗が出る種もあれば空っぽの種もあったりはします。ただその実のちゃんと入ってる種は発芽率はかなり高いです。はい。でこれから種どうやって取るんやと言われたら、今日松ぼっくり取りましたわね。それをこういう段ボールの箱とか、なんかトレーに新聞紙いくとか、こういうとこに松ぼっくりまんべんなく並べていただいて、で天日に干します。だったらそうですね、数日天日に干してたら、音を立てながら、本当にたくさん置いてたらパチパチすごい音がするんですけど、
音を立てながらその羽が一つ一つ開いていきます。でもっと置いてたらその中から自然にね薄い羽のついた種がまた取れます。でそれがこの中いっぱい落ちてくるんで、松ぼっくりこう振ったりなんやしながら種をいっぱいこの中貯めて、でちょっと松ぼっくり終わったのを出して種だけ拾って種を採取すると。でその取った種というのがこれちょっと去年の種なんですが、こういうね紙の封筒で保存するのがいいですね。なんか瓶とかだと中で湿気たりするみたいです。わかりますかね、これ種。これが去年取れた種です。はい、こんなのがもういっぱい取れます。でこれを仮に今日が10月中旬だとして種がしっかり取れるのが1週間後ぐらいだとして、でそこから取れた種を封筒に入れて、でじゃあ次いつまくんだというと3月の頭ぐらいに巻いていただいたら中身の詰まった種ならまず確実に出ます。それで注意しないといけないのが、うち今年たくさんやられたんですけど、種からこう芽が出ますわね。そこを出たと思って喜んだ瞬間、次の日の朝見に行ったらツバメに食べられるみたいなのが今年よくあったんで、種まいて種まいたその鉢の中で鉢の上になんかカゴかなんか、網でも何でもいいんですけど、鳥が食べれるような仕組みは作っとった方がいいかなと思います。意外と鳥やられます。はい、そうですね。あとその種をじゃあ3月にまいたらどうなるかという話なんですけども、今が10月なんですが、これ今年の3月まいた種です。これが3月にまいて4月ぐらいに芽が出てきて、で今10月ぐらいでこれぐらい、もうどんな名木も最初はこれですよね、言ったら。これをうちのやり方としてはちょっと大きくなって、もうちょっと大きくなったらこれかなり針金でねじてるんですけど、これで曲をつけていろいろ経て最終的にはこれ多分9年ぐらいでこういうの残すと太くなるんで、こんな感じの盆栽にしていくと。これポットとか鉢だとこういうサイズなんですけども、地面に植えたらこんな木のようにすぐ大きくはなります。はい。だいたい種の取り方、種取ってからどうするかっていう簡単なご説明できたかなと思います。はい。今回は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷隆一でした。